レビアタン先生のオタク FM セブンスヘブン。皆さんこんにちは。オベイミーレビアタン役の加田聡です。イエーイ。この番組はオベイミー7周年を記念して7周年イヤーをもっと楽しめるさまざまな企画をゲストの皆さんと一緒にお届けしていく番組です。さらに毎回このオタク FM 配信月に誕生日を迎えるキャラクターのキャストをゲストにお迎えして7周年をみんなで盛り上げていきます。イエーイ。ということで7月のゲストはこの方です。どうぞ。じゃーん、ルーク役のおかきです。よろしくお願いします。底抜けに明るいですね。もう加田さんに会えて嬉しくていやテンション上がってます。イエーイよいしょーが紹介前にこんなに入れてくださるとは思ってなかったんで、やっぱり加田さんのことをねこうドーンって紹介したいなっていう気持ちが出ちゃった。僕じゃないでしょ。あなたなんですよ、ゲストは。違うんですか。あなたを僕が紹介しないといけないと違うもうやっぱね思っているんですが、加田さんに会いたい気持ちが出ちゃったんです。そんなにですか。言っていただけるのはありがたいですけども、よかった。じゃあもっと頻繁に会いに来てくれていいんですよ。それはちょっとなんでやねん会いたい気持ちどこ行った。やっぱりねちょっと距離があるからこそ会いたい気持ちが高まるっていうのはなるほどね。でいざ会った時にそれが爆発していくと。今ですそれがなるほど、今その気持ちが爆発してくださってるんですね。そういうことですよ。いやでも前回はいこのオタク FM に来てくださったのっていつですか。結構前じゃないですよ。もう多分アニメの時のオタク FM なのでだいぶ時間空いてますね。もう年単位ですよね。はい、なんなら加田さんに本当にお会いするのもだいぶそれ以来ぐらい。そうそうですよ。なんでやろう、久しぶりな気はしないんですけどね。確かになんかあっても加田さんやお久しぶりって言うけども、でもおかきさんが全方面で活躍してくださってるから、いやもういろんなとこでお見かけはしますよ。いろんなところでお見かけする。いろんなとこでお見かけしてます。それはあれですよね、スーパーとかのお菓子コーナーとかで。いるの。違う売ってるよね。そういうこと。食べ物ね。僕の名前よくね見かけるよね。おかき。そういや違う。違うんです。違う。なんで名前でちゃいますよ。ちゃんとおかきさんの活躍は逐一チェックしてますよっていうことですよ。それはありがたいです。僕もでも加田さんの活躍はチェックしてます。そうですか。はいありがたい話。ニマニマしてます。ニマニマしてるんですか。はい。僕この人知ってるよってそんな活躍してるかなって思うんですけど、ありがたい話ですよね。でも7周年ですよ。そうですね。なんか僕本当になんていうか7周年であっという間っていうのは多分ね加田さん以上に感じてます。そうですか。はい。もうそんなに経ったんやっていう感じですか。そうです。なんか自分の年齢の変化も感じつつ、それがみんなちゃいますか。いやなんかね加田さんに多分最初にお会いした時めちゃくちゃねフレッシュやったし、僕もなんかね初々しい感じだったと思うんですよ。でも7年経ってると思って周りもなんか成長してると思って。そうですね。はい。だんだんとねスタッフさんとかもなんか皆さん変わってるわと思って、ちょっとずつね。そうなんか感慨深くなりました。なんかそういうあっという間っていろんな変化あると思いますけど、周りの変化、周りの変化で感じます。より切ないお話ですね。切なくはないよ。そんなことないですか。やっぱりね時間の大切さをかみしめてます。まあね、重ねることによって出てくる味とか絶対ありますからね。ありますから。そうですよ。でもそう考えてもおかきさん変わんないですよ。いやそんなことない。そんなことない。なんかひげが伸びるようになりました。もともと伸びてなかったの。そう、僕本当に昔はひげ伸びないタイプだったんですけど。待ってください。会った時何歳ですか。いや10代前半。そんなことはなくて、それさ12歳とか13歳とかまあなんか成長期になってあんまひげ全然やねんって言って20代迎えてひげ伸びるようになったみたいな会話ですよ。そうだからひげ剃りって持ってなかったんですけど、最近買いました。最近。そう使い方わかんなくて。でひげ剃りのなんその少年のようなおかきさんやっぱり年齢不詳やわ。いやなんかでもルークも多分ヒゲは生えないじゃないですか。急にどうした。ルークのヒゲ生えてる姿とか見たことないね、想像できないじゃないですか。いやまあもちろん、はい、だからルークもいつかヒゲ生えるんかなと思ってワクワクしてます。そこに、逆に言いますけど、オベイミに出てくるキャラクター、みんなヒゲ生えてないです。本当や
本当ですね。そもそもヒゲの生えていらっしゃる方いらっしゃらないです。いらっしゃらないでしょ。本当だ。そう考えたらじゃあルークなんてなおさら無理な気がするね。だからおかきさんが先に、ヒゲがちょっと生えるようになってきた。ヒゲが生えるようになってきたって何？なんもともとそういう脱毛とかされてたってことですか？いやしてないんですけど、やっぱおべみ7周年を迎えるにあたってヒゲが生えるようになりました。おかきさんがちょっと待ってや、おかきさんが7周年を迎えて、おかきさんが7周年ちゃうわ僕は7周年じゃない、おべみが7周年を迎えて、おかきさんが一番変わったところはヒゲが生えるようになった。そうです。そんな人おる？おったわ。いますここにおったわ。ありがたいですね、おべみの7周年。まあそういうね、ちょっとずつみんな変わっていって成長していってるってことで、はい、でおべいみも7周年を迎えておめでたくて、そう中身もねどんどん変わってきてて、いろんな展開がされていくわけですから、そうです、すごい、ね、ありがとう。一緒にお祝いしていきましょうと、いうことでございます。それではオタク FM77 スタートです。カーズ・オブ・フェイト。このコーナーでは7周年にちなんで7つのトークテーマをご用意しております。テーマはそれぞれカードに書かれているのですが、何が書かれているかは僕たちもまだ知りません。怖い。おかきさんにね、このカードを選んでいただきまして、引いたテーマに沿ってトークしていきたいと思います。うわー、ドキドキしますね。はい、ここに7枚のカードがあるわけですけども、どうしようかな。僕めちゃくちゃ優柔不断なんですよ。なるほど。はい、じゃあもうこのザってガッて一気に引いてください。じゃあ目をつぶって引きますね。どうぞ。わー、これババ抜きとかもさ、なんかめっちゃ迷っちゃうのよ。これにします。こんなに枚数ある状態のババ抜きで悩む必要ないと思いますけど。あるよ。あ、そうですか。一回一回が真剣なんですから。了解です。じゃあいきますね。オープン。じゃん。ドン。最近の重大ニュース。おお、最近の重大ニュースですね。最近テンションが上がった出来事、個人的ビッグニュース、誰かに聞いてほしい話などなど。なるほどなるほど。はい。じゃあ最近の重大ニュースなんですけど、私ですね、免許証、車の免許証1回失効していまして、最近取得し直したんです。免許証をね。で本当に多分10年ぶりぐらいに免許証を取りまして、久々に運転したんです。すごい。そうすごい。でまあその現場、まあちょっとね地域に行く予定があって、遠方にね行く仕事がありまして、まあ何人か乗せて車レンタカー借りて、すごい。そう何年ぶりかに行ったんですけれども、やっぱり超ペーパードライバーじゃないですか。いや、まあそういうことですよね。そうミラクルな運転しまして、ちょっと聞いてほしいんですけど。聞きたいですね。ミラクルな運転。まあね、交通ルールはちゃんと守ってるんですけど、もちろん高速道路を運転してたんですね。すごい。はい。でもやっぱり高速道路って罠があるじゃないですか。罠があるんですか？なんか一本道なイメージありますけど。田舎の高速道路は全然大丈夫なんですけど、やっぱ都会のね、梅田の車線がいっぱいあって、はいありますね。4車線あって、もう一番右をね、ブーンってスピード飛ばして運転してたんですよ。そうしたらなんと300メートル手前ぐらいで一番左から出てくださいみたいな。やば。そう。カーナビが申しまして、怖い。カーナビが申しまして、しかもなんか都会なので結構車がめちゃくちゃそうですよね。やべえと思ってめちゃくちゃ焦って車が横移動しました。横移動？車がこう普通ってこう滑らかに、まあ前に進んでるから、まあ斜め的な感じですよね。言うなりゃ進むとしても行くんですけど、車が横にガンガンガンって4車線移動しました。何なんですかそのテトリスみたいな移動の仕方でしょ。しかも車が詰まってる中にめちゃくちゃ僕はその隙間を見つけてガンガンガンって、めちゃくちゃ怖いやん。で同乗してた人たちいるんですけど、みんないやそりゃそうでしょってなって、みんな死ぬ怖っって顔をしてたけど、僕はもう必死なんで行くしかないから、行くしかないって決め込んで行ったらなんとか行けて、もうおかきには運転さすなって満場一致で決まりました。周りはちょっと怖い思いしたけど、で僕的には運転久々にね免許取れて、もういろんなとこ出かけれるようになって嬉しいなっていう報告です。まあでもね、交通ルール的にはね大丈夫です。大丈夫やけど、完成移動みたいな。そう
車の、を題材にした漫画で見るような、移動の仕方をふわーんってしていったってことです。やっちゃいました。すごいっすね。だからなんかね、いやでもこれで僕ドライブ出かけたいなと思ってるんですけどでも周りからしたら、その少なくともそこ同乗してた方たちは、もう無理やと、乗らすなということにはなってるんです。一回加田さん乗ってみません？どうですか？僕の運転する車。乗ってみたいですね。ねえ。機会があれば、いつか遠方、そのうち。遠方。いやちょっといいっすね。ここら辺一周ぐらいで。ここら辺一周？そうですね。なんかね、もし行く機会あればね。まあ確かにね、おかきさんの運転で行かせていただきたいと思いますけど、まあでもね、ひげ剃りデビューした、最近デビューしてね、ひげ剃りの扱い方も危うい方の運転はちょっと怖いかもしれないですね。いやそんなことないです僕自信だけはあるんです。えぐないですか？自信なんで？やっぱり自信を持つことって大事だと思うんです。まあ確かにね、不安げにされるよりかは、任せてくれよっていう感じで運転していただいた方が、こっちも乗る側も安心ですから。僕ちなみに言ってきますけど、僕車の免許持ってないんで。僕車の免許ないんで。じゃあ僕に任せてくださいよ。万が一があった時、終わりですよ。万が一があった時、もう僕運転できないから、もう終わりですよ。おかきさんが全て背負っていただかないと。歩いていきますか？帰れないかい。歩いていきますか？万が一があったらね、2人でね、確かにランニングしましょう。いやそうですね、それが一番健康にもなるし、平和的やし。そうですよ。ジョギングして向かいましょう。素晴らしいと思います。そうしましょう。それが一番いいのかもしれません。健康的だからね。健康的だから。いやでも重大ニュースですね。そう、免許取ったんです。素晴らしい。嬉しくて。まあでも確かにちょっとしたドライブとかぐらいやったらいいんじゃないですか。そうですよ。遊びに行きたいと思いますけども、マジ重大ニュースやったな、ほんまに。そうですね。なんか聞いてほしかった。確かになかなか一回やっぱり執行しててちょっと諦めてたんですけど、取る機会もないし、なんかもう一回チャレンジしてみようかなと思いました。新たなことにチャレンジするのは大事ですから。そうなんですよ。なんか諦めててももう一回やるぞって前向きになりますわ。そうですよ。前向きな気持ちを持ってね、チャレンジしていきましょう。ありがとうございます。以上カーズオブフェイトでした。それではここで一曲お聴きください。シークレットレシピ。甘いスイーティーマイ甘いソプリティマイ甘いスイーティーマイ甘いソプリティ何を話してても頭に入ってこない。僕をこんなに悩ませないでよね。わかってる？お前のことばかり考えてしまう。甘いスイートな匂いがしてるふわふわなレシピ。甘い蜜のせいでハラハラしてるんだよ。悪魔に近づかないように僕が見張ってる。お前のことばかり考えてしまう。甘いスイートな匂いに満たされる。もっとちゃんと教えてあげる。僕以外見せちゃダメだって二人のレシピ。ねえほらもう今すぐこっちまでおいでよ。僕との秘密の時間僕らと捨ててあげる。甘いスイーツみたいに見つめる。お前が心配でもっとほらねえこっちに来てお前を守ってあげたい。甘いスイーティーマイ甘いソプリティ。さあ今お聴きいただいたのはオベイミー新キャラクターソングプロジェクトテンプテーションスケープスからルークのシークレットレシピでした。
イエーイ。いかがでしたか？いやもうね、この本当にいい感じのドライブにこれ合う曲だと僕は思ってて。おー、なるほど。そう本当に運転中にかけたいなと思ってます。自分の運転しながらこの曲を聴きて、で皆さんにもね、そうなんですよ、ドライブ中とかにも聴いていただきたいですけども、結構軽快な曲で、本当になんかそのノリノリでなんか体に揺らしながら、ウキウキしながらウキウキしながらいけそうな曲やなと思ってて。収録はいかがでした？でも岡木さんもね、歌は。いやもう収録でも楽しかったです。楽しかったですか？楽しかったです。でもなんかやっぱりなんかもっとこういう感じで歌ってくださいとか言われて、ああ確かにと思って。もうそういう言うてみりゃリクエストとか、そういうのも確かにそうなったらもっと良くなる。そう楽しんで収録されたんですね。なんかそうこういう感じでやりたいなとかいうのを思ってたんですけど、確かにそっちの方がいいわとか。もういろんな切磋琢磨というかしながら、あと皆さん褒め上手やから、やっぱ褒めて伸ばすタイプなんで伸びていきました。伸びるタイプなんで褒めて伸びちゃいました。でも伸びた結果、すごいいい曲が出来上がったと。そうなんですよ。いうことですもんね。なんか前回のルークのキャラソンが結構可愛い感じの曲やったんですけど、今回は可愛いけど結構なんていうのこういうノリノリというか、今すごくノリノリで手を動かしてらっしゃいますけど、というか、なんか本当になんか本当にドライブできるような感じの、なんか前回とはまたちょっと違うタイプの可愛さなので、いいなって思いましたね。じゃあ皆さんもね、ちょっとしたお散歩とかでドライブとか、そういうお出かけの時にお供にしてほしいような曲ですね。皆さんもね、ぜひぜひね、歩いてる時とか、ちょっとしたお出かけとかに聴きながら、ウキウキ気分でノリノリで聴いていただきたいですね。毎日聴いてほしい。はい、ありがとうございます。それでは次のコーナーに行きましょう。マイアイデアルバースデー。7周年企画の一つ、おべいみ ASMR 第2弾バースデーシリーズはもう聞いてくれましたか？聞きました。このシリーズはキャラクターがあなたの誕生日を全力でお祝いする特別 ASMR ストーリーになっていますと。そこでこのコーナーでは ASMR のシチュエーションを参考にゲストの皆さんの考える理想のバースデープランをプレゼンしていただこうと思います。ということでですね、ルークは MC と一緒にお菓子作りをしたみたいですけども、そうですよ。岡木さんが岡木さんが MC をお祝いするなら、どんなプランを考えますかということでございます。お祝いするならどんなプラン？お菓子作りもね、結構いいですけど、なんか結構ハッピーな感じで。そうですよね。なんか2人で協力して何かやるってやっぱりね、いいですよね。仲良くなれるし、いろんなこと気づくし、確かにいいですよね。僕がお祝いするならですか？でも僕やっぱ楽しんでほしいとか、やっぱそういうハッピーになってほしいみたいな思想があるので、そうだな、サプライズは絶対したいです。サプライズ、なるほど。サプライズはしたい。何か用意してとか、もうなんかビルの光でメッセージ送るみたいなのやってみたいです。めちゃくちゃサプライズやな。わかりません？いや、なんか物を用意するとか、なんかシチュエーションとか、なんかちょっとしたことやったらわかるんですけど、ビルなんかよく高層高いビルの窓の光をこのデジタルでなんていうの、操作っていうか、プロジェクションマッピングとかでもなく、じゃなくて何号室の明かりをつけてこう文字を表示するみたいな。わかります？いや、わかる言うてることはわかる。わかります？なんかありがとうみたいなんとかを順番にありがとうっておべいみ7周年みたいなのをビルでこう出すみたいな。レトロじゃない？何その演出？やりたいな、それをやりたいなって思う。じゃプロジェクションマッピングとか今あるじゃないですか、いろいろ。にもかかわらず、明かりでそれを出す？明かりでしょ。今このご時世、令和のこの、いやだってもうプロジェクションマッピングは確かに素晴らしいですよ、し綺麗ですけど、やっぱね、なんか昔ながらの電気でブレーキランプ5回みたいな、そんなノリで愛してるのサインみたいなノリで、そんなおめでとうってそのでもサプライズに持っていくのは、
大変やなと思いますよね。いやまあそうですね。だってあのビル見てとか言ったらバレバレじゃないですか。バレバレだから自然にそのビルを向ける状況を作り出さないといけないなと思う。難しいな。ねだってその場所までまあ言うて、まあ、例えば食事をしますおめでとうっつってで食事します。あじゃあちょっと散歩でもしようかって歩きながら行って、そのビルにどう向けるか。だからあれですよ、まあちょっとご飯一緒に食べてね、ちょっとそのビルの見える素敵ななんか夜景とか見えそうなところで、あ UFO ってまずそのあ UFO って言ってまあビルの方向かせます。向くか向かないの。あ UFO って言われた時、じゃあおかきさんが僕仮にご飯食べてますよね。食べてた時に僕がねいきなりねあ UFO って言ったらどう反応します？どうしたの？ほら見ろそうなるやろそうなるやろかい。大丈夫かなこの人ってなる。急にってなるじゃないですか。なる。で言うてみりゃおかきさんのタイミングで向こうのまあ電気をつける操作スタッフが絶対いるじゃないですか。来るわけじゃないですか。そのタイミング合わせるの難しいし。あ確かに。どうします？あ UFO っつってどうしたんって言われていやいや UFO おると思ってって言ってる時に向こうがもうあをつけおめでとうのおをつけちゃって見た瞬間にはおめでから見てそれは困る。でと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 デトウになっちゃうか。デトウになっちゃう。どうしよう。困る。だから途中から読んでもいい文字にします。そんなことができるのか。ないかな。ないや途中から読んでも大丈夫。とりあえず最後にハートマークつけといたら。ちゃ事故や思うて。何が？事故やと思うって。ハートマークつけといたら愛は伝わる。デトウハート。デトウハート。いいやん。伝わるやん。いや伝わるか。ハートかもしれんし。ハートね。ハート。ハート。いや盛り上がるよそっから。ハートって何？ハートってあれって準備してくれたん？あれのビルの光。もちろんだよ。ハート？ハート。何が言いたかったん？嬉しくて舞い上がって今日は楽しかった。ハート。のサプライズにしては失敗しすぎちゃう。嘘。下手くそサプライズ。下手くそサプライズ。成功させたいです。向こう向かせるっていうことがね、まず大事かもしれない。それシンプルに、いやめっちゃ夜景綺麗やねっつって、綺麗やな。あのビルだけめっちゃ暗くないとか。うまいっすね。あのビルだけめっちゃ暗く。なんで？めっちゃ光ってんのにあのビル暗くない？やったことあります？ビル照らしたことあるな。ビル照らしたことあるやつ俺。もしかして。先輩っすわ。いやないですよ。ビル照らしの先輩ですわ。ビル照らしの先輩。そんな称号はいらぬ。これから先輩で呼んでいきますね。欲しくおかきさんにとってかなさんって何の先輩なんですかって書いてある。ビル照らしの先輩。意味わからんやろ。意味わからんやろ。何やそいつ。いやお祝いプランをね考えるビル照らしの先輩です。ビル照らしの先輩ダサすぎません？いやもう言っててください。しかも照らしたこともないし。ないんですか？ないですよ。騙された。騙してない。信じてたのに。提案しただけ一緒に考えてくださいって言われたから提案しただけじゃないですか。そうか。それに対してそう言われるのは逆に心外ですけど。それはね。でもサプライズをね。そうサプライズしたいですね。サプライズ。でもサプライズはいいかもしれないですね。そういうのでやっぱりなんかね驚かせたい。確かにしたい。ビル照らしってそういう意味ではさりげないかもしれないですね。そうですよね。なんかめちゃくちゃちょっとものによっては照れられたりとかなんかちょっと恥ずかしいって思われるかもしれんけどビル照らしは素朴で見るだけやし。そうでもこんだけ準備してくれたんやっても分かるし、そういう意味では確かにいいサプライズかもしれないでしょ。なんならごめん花火もあげたい。花火もあげたい。ビル照らし 5？ おめでとうハートドーンバ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 ン。いらん。いらん。そこまでいらん。なんで？いらん。もう花火はいらん。花火いらん？だってもう偶然なのか花火も含まれてるのかもわからんしリアクションが取りづらいと思う。じゃあやめます。いや諦めた。じゃあやめます。花火も先輩がそういうんやったらやめます。違う俺ビル照らしの先輩ちゃうねん。僕はでも花火まではいかんかなって思いますけど。花火までね行ってしまったらもうリアクションだっておめでとうハートってね。あれやってくれたん？うわ嬉しい。ヒュードあれもってなっちゃう？花火もなっちゃう？どこまでがって。
そっか。今日花火の日やったっけってなるかもしれんけど。まあじゃあもうあれよ、何やっぱルークと一緒な感じでお菓子作りする。全部押せた。やっぱそれがこれベストアンサー。あー、なるほど。もうルークのこのお祝いの仕方がやっぱベストアンサーよ。一緒にね。そう、一緒に何かをするっていうのがやっぱ一番確かにかなって気づきました、先輩のおかげで。ビル照らし諦めてもうだよ。いいのよ。先輩ってやめてもらっていいですか。照らしてないから。照らさない。俺照らしてないし照らさないし。いや、未来はわからないですよ。俺照らすかもしれない。僕より先に照らすかもしれない。俺ビル照らすかもしれない。いやそうかな。でも照らしてから呼んでもらっていいですか。じゃあ照らした際にはご連絡ください。照らした際にはご連絡するんで、はい、お願いします。その時に初めて先輩って呼んでください。わかりました。よろしくお願いいたします。置いておきますね。はい、ということでお願いいたします。はい。というわけでね、はい、いや本当にルークの ASMR、はい、あれなんですよ。めちゃくちゃ皆さんに聞いてほしいんですけれども、改めてはいご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい。これはちょっと待ってくださいね。何ですか。ページをめくっていいですか。ページがまたがった。ごめん、ページがまたがってた。そう、今なんか続きがないなと思って。なるほど、じゃあお客さんお願いします。言うてくれ。オベイミー ASMR バースデーシリーズ、ケースルーク祝福の祈り日はソルストア DL サイトにて好評配信中です。お好きなサイトでチェックしてみてください。また早期購入者特典として PC とスマートフォン用壁紙の配布を行っています。こちらもお見逃しなく。以上、マイアイディアルバースデーでした。シリーズ完全新作オベイミーシナーズチョイスルシファーがスチームにて2026年に発売予定です。約20万字の大ボリュームで描かれる天使と悪魔の壮大な物語をぜひお見逃しなく。現在ウィッシュリスト登録キャンペーンも実施中。詳しくは公式 SNS をご確認ください。そして7周年イヤーを特別にするオベイミーバースデーグッズが期間限定で受注受付中です。今月はルークのバースデーグッズが登場。この機会を逃すと手に入らない限定グッズとなっていますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてください。その他にも様々なグッズを用意していますので、ショップサイトをぜひ見てみてくださいね。オベイミー新キャラクターソングプロジェクトテンプテーションスケープスが展開中。毎月新しいキャラクターソングをリリースします。今月はルークのシークレットレシピが好評配信中です。ぜひ何度でも聞いて感想やお気に入りのフレーズを教えてくださいね。今回紹介した各種サイトやショップ、公式 SNS のリンクは概要欄に載せていますので、ぜひそちらからアクセスしてください。さて、お送りしてきましたオタク FM セブンスヘブンですが、そろそろお別れのお時間です。おかきさんいかがでしたか。なんかはしゃぎすぎました疲れている。疲れている。もう加田さん息切れしてるけど、僕を振り回すのはやめてください。こっちのセリフですけどね。こっちのセリフですよ。振り回されてる側やと僕は認識してたんですけど、違いますか。もう本当に加田さんのおかげでいい汗かきました。いい汗が運動したみたいなっていう、だってなんか始まった時よりもちょっと縮んだ気がします。そうですか。なんかちっちゃくなった気がしますけど、気のせいですか。僕水分抜けると縮むタイプですか。怖っ。どうしよう。水分取って水分取っていただきたいです。大きくなれるかな。大きくなっていただきたいと思いますけども、いや大きくなった。やった大きくなった。今水分取って、水分取って大きくなりました。おかきさんの生態を研究するラジオがしたい。おかきさんの生態を研究するラジオ、もっともっと掘ったらいろんなものが出てきそうで。いやそんなことないですよ。僕浅はか。本当に自分を表現するときに浅はかって自己紹介するやついないんですよ。僕って浅はかなんでちゃうんですよ。違うか。じゃあそこが知れてる。そこがいやもっと悪いやん。なんでそんな悪い僕って浅はかでそこが知れてる人間なんですよって、どんな紹介の仕方ですか。いやなんかそんなないよ。深掘っても何もないのよ。いや深掘っていきたいなと思いますけどね。いやでもあれよ、僕以外にやっぱりこのオベイミーの声優されてるね、皆さんの方が気になる人いっぱいいます。いやそうですか。はい。まあでも確かに個性的なメンツは多いんですよ。そうでしょ。それぞれに。そうなんかみんなね個性が強い、悪が強い、そう、いろんな意味でね、なんか魅力的な人た
たちばっかりですけど、そうなんかやっぱ加田さんはこうオタク FM があって、はいはいはい、いろいろお話しするので、あ素敵な人だなっていうのがわかるじゃないですか、でもねやっぱりこの他の皆さんなかなかねゆっくり喋る時間とかねこう喋る時間ないので、ちょっとした収録でお会いした時とかしかないので、なんかそうなんかこういう人なのかぐらいまだまだわからないところが多いんですか。そう7年やってきてるけど、なかなかねわからない方もいらっしゃるので、せっかくじゃあ7周年やから、まあいろんないろんなメンツじゃないけど、いろんなメンバーと絡む機会があってもいいですよね。そうです。ちょっと知りたいですね、生態を。いやそういうの生態を生態をね。いやそういう機会っていうかそういう場もね作っていければいいですね。そうですね。あるかもしれないですから7周年やから楽しみにしておこう。楽しみにしておきましょう。はい。そして次回はですね、バルバトス役の原田さんが遊びに来てくださると。うわー、原田さんもね気になるのよ。原田さんもまあこの一緒に収録とかさせていただいた時になんか博識なイメージが僕はあって、なるほど。原田さんってなんかいろんなサブカルっていうか、確かになんかいろんな精通してる感じがしますよね。そうそれは何々ですよとか結構ね確かに物知りなイメージがあるからいろいろお話聞きたいなって思ってます。いやでも原田さんもねもう確かにもう博識やし、まあ個性的やからどんな風な展開になるかちょっと予想できないですね僕も。うわ次も聞こう。ぜひ聞いてください。原田さんの博識を聞く。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい。まあでも不安やな。何が原田さん喋るからな。喋るよ。喋るからな。もう広辞苑レベルよ。いやめっちゃすごい。でも広辞苑レベルの知識をこの番組内でどう披露していくのかっていう話ですけどね。収まらんかも時間。いや収めたい。収めたい。無理かもしれないね次回は。無理かもしれないの嫌だ。原田さんの時は無理かもしれない。何が無理なのか想像できないけど嫌だ。いやでも絶対知識得られる番組になると思います。って言ってますけど、おかきさん今回のおかきさん回もまあまあ長いっす。誰のせい誰のせいやろうな。誰のせいですかね。誰のせいかな。いや僕はもう2人の責任じゃないですか。そうね、2人が楽しくしちゃった責任じゃない。この場が楽しくなったから、楽しかったから長くなったっていうだけの話。そういうことや。そういうことですよ。僕たちは悪くないです。誰に訴えかけてんの誰に訴えかけてんの誰に訴えかけてんのそれ。この収録が楽しかったからこうなりました。それが良くなかった。楽しすぎたから良くないんや。まあまあねボリュームたっぷりで皆さんの耳にはお届けできてるということを楽しみにしておきましょう。はいそうですね。ということでございますね。今回のねオタク FM の感想はハッシュタグオタク FM7H を入れて各 SNS でぜひ投稿してください。はいお願いします。ということでオタク FM77 ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とルーク役のおかきでした。バイバーイ。ルークだぞ。これから僕と一緒にオベイミーセブンスアニバーサリーの復習だ。後でテストするからちゃんと聞くように。まずはオベイミーシリーズ完全新作ゲームオベイミーシナーズチョイスルシファーが Steam でウィッシュリスト登録受付中だ。僕が生まれる前のお話だってミカエル様が言ってた。昔のあいつらってどんなだったのかな。お前も気になる？じゃあ一緒にウィッシュリスト登録しに行こう。それからオベイミー ASMR 第2弾バースデーシリーズケースルーク祝福の祈り日がソルストア DL サイトで好評配信中だ。僕絶対お前に伝説のなんでもない。早期購入特典もあるから詳しくは各サイトの商品ページをチェックしてくれ。まだまだあるぞ。オベイミー新キャラクターソングプロジェクトテンプテーションスケープスはもう聞いてくれた？今月は僕の歌シークレットレシピが配信開始してるぞ。各種音楽配信プラットフォームでいっぱい聴いてほしいな。最後にオベイミーシリーズ7周年を記念したスペシャルなバースデーグッズを紹介するぞ。僕らのアニバーサリーイヤーをもっと特別にする限定グッズだって。受注はスタートしてるからこっちも忘れずにチェックしてくれ。お前と一緒にお祝いするオベイミー
セブンスアニバーサリーすっごく楽しみだ。